皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。ダムまっしぐら。このチャンネルでは三峡ダムの最新情報と中国を念頭に気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。5月2日、地上波では全く伝えられない三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、深夜0時の時点でダムの水位は165メートル28でした。おとといと比べると77センチの上げとなり、完全に上昇トレンド。去年の同じ日はというと158メートルでしたから7メートルの差。本来水位を下げないといけない時期のはずですが、どうもそうはなっていないようです。これについては後ほど詳しく。ダムの貯水側から見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の朝9時の時点、上流の観測所の流入量は毎秒1万1200立方メートルで、三峡ダムの流入量は毎秒1万5900立方メートル。差分については毎秒4700立方メートル。おとといと比べて上流の寸丹観測所はプラスの400、三峡ダムはマイナス600。長江本流並びに支流である宇江からの流入量が高い水準を継続しています。ただ、今朝のデータを見る限りピークは超えたかもしれません。なお、長江の最上流、金沙江にある巨大4連ダムのうち、高架波ダムの放流量はおとといの朝8時の時点で毎秒2540立方メートル。前回の量と変わらず低い水準のままです。一方、深夜0時の放流量は毎秒1万3800立方メートル。単純に割り算すると 45% の発電状況で14基前後の発電用タービンが稼働しているのではないかと推測されます。おとといと比べると少し放流を絞っているようです。本来増やさないといけないと思うのですが、三峡ダムと最上流にあるダムの流量についてデータを比較しながら現状を確認します。こちらは2月からおとといまでの流量の変化をまとめたもので、中国交通運輸部の発表データをもとにグラフ化したもの。上が三峡ダム、下が高架波ダムを表しています。最上流にある高架波ダムに大きな変化はなく、ピークの半分程度の放流。ここは発電がメインの役割ですから、放流量イコール発電量ということになります。あちらの官製メディアは、1月から3月までの発電は順調ですと報じていますが、このチャンネルでチェックしている限り、その能力を十分発揮しているとは言えない状況。水色のラインの流入量は若干変動はあるものの、放流量とそれほど変わりません。このことから、さらに上流にあるダムの放流量も同様に絞っていることが推測できます。本当に順調な発電なのでしょうか。次に三峡ダムの状況について。前回お伝えしたように、オレンジで示す流入量は大幅に増え、一時、毎秒17500立方メートルを超えるところまで上昇しました。一方の放流量はほとんど変化なし。下流の状況を考慮すると、今の時点でこれ以上、放流アップは難しいと判断したのかもしれません。これだけのギャップがあるとなると、水位の方はどんどん上がることになるわけです。なお、長江の支流である宇江の情報について。最近このチャンネルで注目している場所なのですが、昨日の時点の流量はご覧の通り。一時は5000あたりまで増える時期があったものの、2000にまで減少しています。とはいえ去年の同じ時期には500から1300あたりのレンジだったため、それでも今年は多い状態。2回のピークがいかに異常であったかがわかります。さらに今朝の9時までの情報を載せるとこんな感じで、また増水しつつあるようだ、ということだけお伝えしておきます。Nishi Yang Channel。 5月がスタートしたということで、先月の累計雨量を確認しておきます。ダム周辺における4月は、平年とほぼ同じくらいの 96.2 ミリでした。月の前半は多めのペースで推移したものの、後半はそれほど雨が観測されなかったようです。これまでを振り返ると、少雨が続き、いつもよりも少なめの累計雨量でスタートしましたが、3月は一転、平年を大きく上回る量となりました。
4月はいつも通り、5月6月は順調に雨が降るのか、それとも大きくぶれるのか。超降水利委員会の発表によると、6月から8月にかけて、三峡ダムのある長江の中ほどでは、いつもの年よりも雨が少ないという予想が出ています。その一方で、ダム上流の下陵港、民港、田港、そして最上流の金沙港では雨は多めと見ている模様。長江は名前の通り、長い長い川なので、天候については一概にこうだと言い切れないところもありますが、今年の夏は果たしてどうなるのか。本格的な洪水シーズンまで1ヶ月となりました。さて、前回の動画では、中国南部の広西チワン族自治区や広東省で局地的に大雨となり、町が浸水した件を少しお伝えしました。さらに、このチャンネルでは毎年台風直撃でおなじみの海南島でも、大荒れの天気になっていたようです。海南島は中国のハワイと言われるリゾート地ですが、今年に入ってから記録的な干ばつになっていたとのこと。4月の末になってようやく、久しぶりに雨が降ったわけですが、しとしとと降るといった感じではなく、暴風に雹にと大嵐になった模様。というのも、雨雲に合わせて当局が人工降雨のためのロケットを放ったために、猛烈な風と雹が降り注ぎ、住宅の屋根や車を直撃、ビニールハウスや果樹園は壊滅、大きな被害が出ました。SNS では、何もしなくても普通に雨が降ったのに、人工ロケットでブーストがかかり、大荒れの天気になったのではと皮肉たっぷりに投稿。日本でしたら裁判沙汰になりそうですが、中国ではお上に声を上げられないのか。あちらの映像を見ていると、日本では数年に1回しか見られないような気象現象が日常的に発生しており、それが普通になりつつあります。自然をコントロールしているつもりなのでしょうが、ほどほどという言葉を知らないあちらさん。一体誰のためにやっているんでしょうね。天気予報サービスのウィンディで12時間の実績を見てみます。こちらは昨日の正午までの様子。先日まで広がっていた雨雲は日本の方へ流れていき、長江の上流から下流までひとまず雨は止んだようです。ただ、ダムの下流側では何やら放射状のヒゲのようなものが見られます。レーダー機器の不具合でしょうか。当然ながら日本ではこんな怪しげな影は一切見られません。次に今後の予想を見てみます。明日あたりから長江の南側の広い範囲で強めの雨になりそうです。今日の三峡ダムの天気は最高気温が20度、最低気温が14度で小雨の予報。赤や黄色のマークがちらほら見られ、木曜あたりにも再び雨が降る予想となっています。南部は大雨続きで、すでにタプタプの状態、今後ちょっとの雨でも災害が発生する可能性大です。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。中国、メーデーに伴う連休始まる、渡航先で日本はトップ10圏外に、山陽新聞が伝えています。記事によると、中国で1日、労働節に伴う5日間の大型連休が始まった。今年は中東情勢の悪化による燃料高で航空券が値上がりし、国内旅行を選ぶ人が増える見通し。海外旅行の需要も根強いが、関係が冷え込む日本は、大手旅行会社の渡航先人気ランキングでトップ10圏外となった。台湾有事が存立危機事態になり得るとした高市早苗首相の国会答弁から約半年となるが、訪日旅行客の回復は見通せない。以上、中国、メーデーに伴う連休始まる、渡航先で日本はトップ10圏外についてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少しだけ。中国の連休で日本が人気渡航先ランキングのトップ10圏外になったという報道ですが、ここ最近の流れを見ると予想されていた結果、今更感は拭えません。訪日自粛要請の継続や日本の治安が危ないという宣伝工作活動が功を奏したんでしょう。おめでとう中国。ただ、日本が圏外になってもインバウンド全体が大きく落ち込んでいるわけではないというのは嬉しい限り。台湾、韓国、アメリカ、香港など他の地域からの旅行者が増えており、観光市場は以前より分散型。特定の国に依存しない構造に変わってきたことは、長い目で見れば安定材料とも言えそうです。さらに今回は、中東情勢の悪化による燃料高で航空券が値上がりし、中国国内旅行へ流れる人が増えているとのこと。ズタボロ経済で苦しむ中国にとっては、内需拡大に大きく貢献して、結果的に良かったのでは。日本としては、意味のないランキングに一喜一憂するより、
来たいと思ってくれる国や地域の人々にしっかり満足してもらい、地方も含めて魅力を磨いていくことの方が大切。観光は単なる数だけでなく、質と継続性が重視される時代になりつつあるようです。このチャンネルは日本で唯一定期的に中国三峡ダムの情報をお伝えしています。決壊だ崩壊だ大変だという煽り文句とは距離を置き、データを中心に現況を共有。三峡ダムだけでなく、他の国のニュースを合わせて発信しています。ご興味のある方はこの機会にぜひチャンネル登録をお願いします。また、意図せずにチャンネル登録が外れていたという話もあるようなので、今一度登録をご確認いただければ幸いです。長江流域、特に三峡ダムの上流で大雨が続くと、各地で川があふれ、洪水が起きやすくなるのはなぜなのでしょうか。三峡ダムは長江の中ほどに作られたダムで、ここより海側を中下流、内陸側を上流と呼びます。上流では地形の特徴に加え、長江本流へ流れ込む支流の位置関係も重なるため、ひとたび大雨になると、水が特定の場所に集まりやすく、洪水を誘発することがあります。この仕組みを理解する上で、地形と気温の関係を分かりやすく示す例があります。こちらは三峡ダムと、その上流域における雨や雪の予想を示したものです。ご覧の通り、周囲には雪のマークが出ている一方で、丸で囲った部分だけは雪ではなく、雨の予想になっています。そして、こちらが気温の分布予想。降水のデータと同じく、このエリアだけ気温が高めになっていることがわかります。ここは四川盆地と呼ばれ、熱がこもりやすく、夏の厳しい暑さでもよく知られている地域。おそらく、周囲の山地とこのエリアとでは、気象条件がかなり異なっていると考えられます。この辺りで大雨が起こりやすい背景には、こうした地形の特徴も関係しているのかもしれません。そして、その水は最終的にすべて長江本流へ集まり、下流へ流れていく上で大きな壁となるのが三峡ダムです。おから工事といった品質の問題とは別に、水が集まりやすい構造を考えれば、ここが危ないと言われるのも無理はありません。日本の気象状況について確認します。こちらは、今朝7時までの6時間のレーダーの実績。西日本や東日本で雨を降らせた雨雲が、東北から北海道にかけて帯状に広がっています。昨日、関西では風がかなり強かったです。ニュースによると、今日は北海道を除き、降水確率が低めとのことで、お出かけ日和となりそうです。ここまでご視聴いただき、ありがとうございます。この動画が良かったと思われましたら、グッドボタンを。ああも一つやなと思われましたら、バッドボタンをお願いします。YouTube の仕組み的に、グッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです。お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、ひと手間いただけると幸いです。引き続き、最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。